皆様こんにちは、セリナです。今回は資生堂の大人気ベースメイクシリーズエッセンススキングローシリーズから新登場したエッセンススキンセッティングパウダー01ハイドレーティンググロー02スムースマットをレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ファンデーションや下地で人気のスキンケアのような感覚で使える資生堂のベースメイクシリーズから待望のルーズパウダーが登場ということで、今回はツヤタイプとマットタイプの塗り心地、質感、室内と自然光で見た時の違い、香りについて4時間後のマスク崩れをご紹介した後に、それぞれのパウダーのパフ塗りとブラシ塗りでの仕上がりの違いもご紹介していきます。エッセンススキングローシリーズの下地とファンデーションも使用していきますので、ベースアイテムにお悩みの方に少しでも参考になれば嬉しいです。他にもベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューなども行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。資生堂エッセンススキンセッティングパウダー01ハイドレーティンググロー02スムースマット。超微粒子パウダーの一粒一粒をヒアルロン酸 GL とナイアシンアミドでコーティングし、肌に潤いを閉じ込め、自然で透明感のある仕上がり。空気のように軽いパウダーが肌に溶け込むようになじみ、長時間乾燥を防ぎます。01ハイドレーティンググローは潤いと透明感あふれる艶やかな仕上がり。02スムーシングマットは内側から光を感じる生き生きと滑らかな仕上がり。今回下地とファンデーションもこちらの資生堂のエッセンススキングローシリーズのアイテムを使用してメイクしていきたいと思います。まずは化粧下地エッセンススキングロープライマーです。こんな感じでほんのりピンクのカラーがついていて、滑らかなジェルのような塗り心地のプライマーです。肌の上にのせるとピンクのカラーはほぼ感じなくて、ファンデーションの色味に影響が出にくくて使いやすいです。みずみずしいですが肌にピタッととどまってしっかり潤いを閉じ込めてくれる感じがします。まずはこちら側半分にプライマーを塗ってみました。伸ばしていくとピンクのカラーはほぼ感じず、パールなども入っていないので、下地なしの方と比較しても若干ツヤが出ているかなぐらいの違いです。みずみずしいジェルテクスチャーが肌にピタッと吸い付いてくれるので、水分と油分どちらもバランスよく肌に与えてくれて、自然に毛穴を膨らさせてくれます。ではこの上にファンデーションエッセンススキングローファンデーションを重ねていきます。こちらはこんな感じのみずみずしい美容液のような滑らかなテクスチャーです。このファンデーション自体はこんな感じで綺麗なツヤを出しつつ肌の透け感が出るようなタイプですが、先ほど塗った下地がファンデーションの密着力とカバー力を高めてくれるタイプなので、この2つをセット使いすると自然に透け感もありながらも気になる部分はナチュラルにカバーしてくれます。ファンデーションもみずみずしいだけではなく適度なオイル感もあるので、乾燥や皮むけが気になる時にも安心して塗りやすいです。タップするように重ねていくと自然にカバーしつつ、スキンケア後のような綺麗なツヤを楽しめます。はい、こちら側半分に資生堂のエッセンススキングローシリーズの下地とファンデーションを使ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をしても厚塗り感や重さは全く感じませんが、きちんと気になる赤みや色ムラはカバーされているのと、立体的なツヤツヤ肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。濃い赤みやニキビ跡などを完全にカバーするというほどではないですが、下地とファンデーションを組み合わせることで肌全体に出ている赤みや色ムラは自然にカバーしてくれるのと、肌を滑らかに整えて毛穴や凹凸にファンデーションがたまらないので、ツヤをしっかり楽しめるタイプですが、パウダーなしの状態でも毛穴が悪目立ちしにくいです。ファンデーション単品だとかなりカバー力はナチュラルですが、
下地と組み合わせることで、ファンデーションと下地がピタッと密着して、ファンデーションのカバー力を底上げしてくれるようなイメージです。肌表面の乾燥や皮むけが気になる方や、ファンデーションを均一に塗るのが苦手という方、そして毛穴や凹凸にファンデーションがたまらない、どんな肌状態にも塗りやすいファンデーションをお探しの方に特におすすめなアイテムです。では、顔全体に下地とファンデーションを塗ったので、新作パウダーのマットタイプとグロータイプを比較してみたいと思います。まずはこちら側にグロータイプを塗ってみます。こんな感じのしっかり厚みのあるパフが付属になっているので、まずはこちらを使って塗ってみたいと思います。パフにたっぷり取って、ベースラインから顔の中心にかけてのせていきます。パフでのせるとこんな感じで、パフ自体も厚みがあり、パウダーもかなり微粒子だからか、肌にしっかり乗ってくれる感じがします。はい、まずはこちら側半分に01のグロータイプを付属のパフを使って何度かしっかり塗り重ねてみました。手元で見た時は一瞬で肌に溶け込むような質感でしたが、パフを使って塗ると結構しっかりパウダーが肌に乗ってくれて、ファンデーションの余分な油分を抑えたり、毛穴や凹凸を自然に埋めてくれるような適度なカバー力も感じられました。結構たっぷりの量を塗り重ねてみましたが、顔を動かすと頬の高い位置にちゃんと光やツヤ感が残ってくれています。近くで見るとこんな感じです。手元で見た時に結構パールやラメが入っている感じが気になりましたが、肌の上にのせるとパールやラメが丸目立ちする感じは全くなくて、陶器のような滑らかなツヤを感じられます。パールやラメが入っていると毛穴が悪目立ちするのが気になるという方にも安心して使いやすそうです。かなり微細なパウダーなので、ファンデーションのみの方と比較をしても粉っぽさや厚塗り感は出ていませんが、きちんと毛穴補正はしてくれています。肌表面を触った感じは、ファンデーションの油分感はしっかり抑えてくれていますが、パサパサになる感じがしないのと、パウダーの厚みを全く感じないです。肌にスッと溶け込むような滑らかさと軽やかさで、パウダーを塗ると肌の乾燥が気になるという方にももちろん使いやすいですが、パウダーで適度に皮脂や汗も抑えたいという方にも使いやすそうです。肌タイプ問わずに使いやすいパウダーなんじゃないかなと思います。香りについては無香料なので、香りが苦手な方にも安心して使いやすそうです。では反対側に02のマットタイプを塗っていきます。マットにも同じ形状のパフがついているので、今回はこちらで塗っていきます。ベースラインからのせていくと、やはりマットの方がパウダーのカバー力がしっかりあって、毛穴や凹凸が目立たない陶器のような滑らか肌に仕上がります。はい、反対側には02番のマットタイプを付属のパフを使って何度かしっかりと塗り重ねてみました。グロータイプと比較をすると、マットタイプのカバー力と毛穴補正力の高さがわかりやすいと思います。こちらも微粒子のパウダーではありますが、グロータイプよりもほんの少しだけ粒子が大きく感じるのと、パウダー自体にピンクがかったベージュカラーがついている効果で、毛穴や凹凸はもちろん赤みや色ムラなども補正してくれる分、カバー力が高く感じるんじゃないかなと思います。近くで見るとこんな感じです。マットタイプももちろん厚塗り感はありませんが、毛穴や凹凸をしっかり埋めるように補正してくれているので、自然だけれど肌を滑らかに整えるカバー力も欲しいという方に特におすすめだなと感じます。マットタイプもパウダーが柔らかくて微粒子だからか、しっかりカバーしつつも顔を動かすと頬の高い位置に光の反射を感じることができるので、厚塗り感がある重たいマットではなく、立体感のある柔らかいマットといったイメージです。アップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも粉っぽさやパサつき、重さがなく、肌に溶け込むような自然な軽やかさですが、きちんと肌を補正してくれている感じがします。自然光で見るとよりマットの滑らかなカバー力と、グローの毛穴がカバーしつつ光を反射するようなツヤがわかりやすいと思います。そして肌表面を触った感じは、グロータイプはパウダーが肌に溶け込んでいるような仕上がりなのに対して、マットタイプの方が肌表面にしっかりパウダーが残るからか、よりパウダーのしっとり感と滑らかさを感じられる印象です。マットタイプはパウダーとしてのカバー力も比較的高めなのにしっとりしているので、
乾燥しづらいけれど肌補正もしてくれるパウダーをお探しの方におすすめかなと思います。どちらも自然なのにしっかり肌補正をしてくれるところが今っぽいパウダーだなと思います。それでは4時間ほどマスクで過ごしてみて、崩れ方の違いについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらのパウダーも塗りたての時のままの軽やかさとしっとりした保湿感が持続してくれたので、肌負担なくメイクをしていないような感覚で過ごすことができました。崩れについてはこのくらいの距離で見るとどちらもとても綺麗に保ってくれる感じがします。ただ近くで見るとこんな感じで、特に02のマットタイプは塗りたてのカバー力が高いからか、時間が経つとパウダーが肌に馴染んでカバー力が薄まる感じが少し気になりました。反対に01のグロータイプはこんな感じで、塗りたてから自然な透け感があったので、ナチュラルなカバー力をそのまま持続してくれたような印象です。マップで比較するとこんな感じです。どちらもマスクがよく当たる位置は少し摩擦による剥げ分けになりますが、パウダーが毛穴落ちしたり強いテカリが出るという感じではないので、しっとり高保湿なスキンケアパウダーですが、皮脂が気になる肌タイプの方にも秋冬にかけては安心して使いやすいんじゃないかなと思います。そしてこのくらいの距離で見ると、グロータイプの方が中にパールが入っているからか、時間が経っても肌がくすむ感じが気にならなかったです。質感自体にそこまで大きな差は感じませんが、パールが入っていることと塗りたてから透け感があってナチュラルな仕上がりな分、グロータイプの方が崩れている感じが気になりにくい印象でした。そして肌表面を触った感じは、どちらも同じくらいしっとり感を保っていて、粉っぽさや重さは感じさせないです。ただどちらも小鼻の横がベタついたり、皮脂が出ている感じは気にならないので、しっとりさを保ちつつ、皮脂も適度にブロックしてくれるというところが優秀だなと思いました。最後、マスクへの色移りはこんな感じでした。顔がよく動く位置はマスク移りが気になる印象です。比較をするとグローの方が若干マスク移りしにくい印象でした。そして今回の新作パウダーはパフ塗りとブラシ塗りで結構印象が変わるとのことだったので、パフ塗りとブラシ塗りでの違いも見てみたいと思います。まずはグロータイプです。こちら側半分にはパフで塗ってある状態なので、反対側にはブラシを使って塗っていきます。今回はローラメルシエのフェイスパウダーブラシを使って塗ってみます。まずフェイスラインから拭くようにのせて、くるくると優しく磨くようにのせていきます。確かにブラシ塗りの方がより肌の透け感とツヤ感が残る感じがしますね。はい、まずはグロータイプをこっち側にパフ塗り、反対側にブラシ塗りしてみました。パフ塗りでも粉っぽさや厚みは感じられませんが、ブラシ塗りをするとより肌の透け感が残るのと、ツヤが増す感じがします。顔を動かすと頬の高い位置にしっかりパールのツヤが乗る感じがするので、立体感や薄付き感をお求めの方はブラシ塗り、自然ながらも毛穴凹凸をカバーするカバー力も兼ね備えたいときはパフ塗りがおすすめかなと感じます。近くで見るとこんな感じで、ブラシ塗りの肌の透け感がかなりわかりやすいと思います。ブラシ塗りでも適度に毛穴はカバーしてくれますが、やはりパフ塗りの方がしっかり透け感を残しつつ、毛穴や凹凸を埋めてくれる印象です。そしてブラシ塗りをするとパウダーが磨かれるからか、中に入っているパール感がより際立つ感じがしました。肌なじみがいいので、パールで毛穴が悪目立ちするというほどではないですが、ツヤを生かすか毛穴カバーを生かすかで好みが分かれるところかなという感じです。使うツールでかなり印象が変わるのもこのパウダーのいいところだなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとよりブラシ塗りをした方のパールの光沢感が分かりやすいと思います。しっかりパールが光るからか、肌トーンも少し明るめになる印象です。パフ塗りとブラシ塗りでかなり違いが楽しめます。続いてマットタイプのパフ塗りとブラシ塗りを比較していきます。こちら側にはすでにパフで塗ってある状態なので、反対側にブラシ塗りをしていきたいと思います。先ほどと同じローラメルシエのフェイスパウダーブラシにとって、まずは置くように肌全体にのせた後、優しく磨いていきます。
マットタイプはブラシ塗りでも毛穴や凹凸を滑らかに整えてくれる感じはしっかりしますが、やはりパフ塗りよりも透け感が残る感じがしますね。はい、マットタイプ。こちら側にパフ塗り、反対側にブラシ塗りをしてみました。マットタイプはグローのように質感が大きく変わるという感じはしませんが、やはりブラシ塗りの方が透け感が残るのと立体感も残りやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。厚塗り感は出さずにしっかりカバーしてくれるパフ塗りよりも、やはりブラシ塗りの方が透け感が出ています。ただマットタイプはブラシ塗りをしてもしっかり毛穴カバーはしてくれるので、補正力を持続したままナチュラルに仕上げたい方におすすめかなと思います。マットタイプは質感を大きく変えずに透け感だけを調整できるような印象でした。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも毛穴をしっかりカバーしてくれますが、やはりブラシ塗りの方が若干透け感が出ているような感じがします。はい、ではこんな感じで資生堂の新作パウダーを比較していきました。さすが資生堂のエッセンススキンシリーズというだけあって、かなりしっとりした粉質で肌負担なく、パウダーが苦手な方にも使いやすい質感だなと感じました。個人的にはグロータイプのツヤも出しつつ毛穴カバーもしてくれる感じがすごく綺麗だなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。